AI に勝とうをなんてもう思わなくていいんです。これからの時代、AI っていうのは競争相手じゃなくて、僕たち人間の能力を爆発的に高めてくれる最高のパートナーになるんですよ。その鍵を握るのが今回お話しするケンタウロス戦略なんです。もしかして AI に仕事を奪われるんじゃないか。生成 AI のものすごい進化を見てると、多くの人がこんな不安を感じてるんじゃないでしょうか。でも、もし AI 開発の最前線では、それとは全く違う、もっとワクワクするような未来が描かれているとしたらどうでしょう。このケンタウロスっていう考え方、どこから来たかっていうと、実はチェスの世界がきっかけだったんです。1997年、当時の世界王者ガルーリ・カスパロフがスーパーコンピューターのディープブルーに負けちゃったんですね。この歴史的な出来事から彼はあるめちゃくちゃ重要なことに気づくんです。人間と機械がチームを組めば最強のプレイヤーになれるじゃないかって。それじゃあまずはこの新しいコラボレーションの形、ケンタウロスっていう考え方そのものをしっかり理解していきましょう。カスパロフのこのひらめきから生まれたのがフリースタイルチェスでした。人間と AI が自由にチームを組んで戦うこの大会で、本当に驚くべきことが分かったんです。彼がケンタウロスと名付けた人間と AI のハイブリッドチームは、最強の人間が一人で戦うよりも、あるいは最強の AI が単独で戦うよりも、はるかに強かったんです。じゃあ、なんでケンタウロスなのか。ギリシャ神話に出てくる半人半魔の生き物みたいに、人間の知性とか直感、それと AI が持つ膨大な計算能力を融合させる。まさにこの理想的な共同関係を象徴してるってわけなんですね。さて、ここからがすごく面白いところです。実はこのケンタウロス、今の研究の世界では大きく2つの顔を持って開発が進められています。一つは AI を作る上での設計思想としての顔。そしてもう一つは具体的な AI 予測モデルっていうテクノロジーとしての顔です。まず、片方の設計思想としてのケンタウロス。これは AI が人間を置き換える自動化を目指すんじゃなくて、人間の能力を拡張するものなんだっていう大きな考え方の転換のことです。で、もう一方が予測モデル。こっちは人間の認知をシミュレーションして行動を予測するっていう具体的な AI プロダクトそのものを指す言葉なんですね。じゃあ、まずは設計思想の方から見ていきましょうか。AI がどうやって人間の直感から学ぶのか、その強制学習の力についてです。この違い、会社の関係に例えるとすごくわかりやすいですよ。今までのヒューマン・イン・ザ・ループっていうのは、人間が AI を監督する、言うなれば提携関係みたいなものでした。でも、ケンタウロスが目指す強制学習は、両者が一つになる合併なんです。人間の直感とか判断が AI モデルの根本の部分を形作っていく。まさに対等なパートナーになるわけです。この考え方、もうすでに現実の世界で結果を出してるんですよ。例えば医療現場。AI が膨大な患者さんのデータを分析します。そこにお医者さんが、この患者さんはなんかわからないけど危ない気がするみたいな経験から来る直感を加えるんです。この2つを組み合わせたケンタウロスモデルは、お医者さんだけ、あるいは AI だけの時よりも患者さんの再入院リスクをずっと正確に予測できたなんて報告もあるんです。すごいですよね。では次に、テクノロジーとしての側面を見ていきましょう。ここで鍵になるのがデータの量です。この AI 予測モデルが学習したのは、ちょっとこの数字見てください。なんと1000万件以上。これだけの規模の人間の行動データから AI は一体何を学んだんでしょうか。その結果、とんでもないことが起きました。この AI、脳の構造なんて全く教えられてないのに、人間の行動を予測しようと学習を重ねた結果、その内部の情報処理の仕組みが人間が何かを決める時の脳の活動、つまり fMRI のデータとものすごく高い相関を示したんです。これってもしかしたら人間の認知プロセスを解き明かす認知のロゼッタストーンになるかもしれないってすごく期待されてるんですよ。ただですね、こんなに強力なツールを賢く使うためには、その輝かしい成果の裏にある深刻な限界も知っておく必要があります。そして大事なのは、その限界は AI が学習したデータそのものに
最初から組み込まれちゃってるってことなんです。このモデルの最大の強みは、実は最大の弱点でもあるんです。学習データには隠されていて、しかもめちゃくちゃ重大な偏り、つまりバイアスが存在するんですね。その正体は、Weird と呼ばれるものです。これは頭文字を取った言葉で、AI の学習に使われたデータを提供した人たちが、西洋的、ウェスタンで高い教育を受け、educated、産業化社会に暮らし、industrialized、裕福で、rich、民主主義的な社会、デモクラティックの人々。つまり、このウィアードな人たちに極端に偏ってたっていう問題なんです。この層って世界人口から見たらほんのごく一部なんですよ。元の研究論文もはっきり言ってます。人間について一般化するには最も代表的でない人々だって、この偏りを知らないまま AI の予測を世界中にはためようとすると、マーケティングで大失敗したり、採用で差別が起きたり、本当に深刻なエラーを引き起こす危険があるわけです。では、こういうリスクも分かった上で、このケンタウロスの考え方は、僕たちの働き方を具体的にどう変えていくんでしょうか。その答えが、このケンタウロスチームという働き方です。AI と人間がそれぞれ得意なことを活かして役割分担するんですね。AI はデータ分析とかレポートの下書きみたいな大量の繰り返し作業を担当して、人間は最終的な意思決定とかクリエイティブなアイデアを出すことに集中するというわけです。つまり、ここでの一番大事なポイントは、AI は仕事を奪うんじゃなくて、退屈な作業を引き受けてくれるってことなんです。そのおかげで、僕たち人間はもっと付加価値の高い人間にしかできない仕事に集中できるようになる。これはもう置き換えじゃなくてアップグレードですよね。この新しい現実の中で活躍していくために僕たちは今日から始められる新しい考え方を身につける必要があるんです。じゃあ僕たちが今日からケンタウラスになるにはどう考えればいいのか。ここに3つのヒントがあります。まず1つ目、完璧な答えを探すのはやめて、面白い問いを立てることに集中する。2つ目、AI の答えを鵜呑みにしないで、事実確認、つまりファクトチェックを自分の重要なスキルにしちゃうこと。そして最後の3つ目、AI にただ仕事を任せるんじゃなくて、これをきっかけに自分の仕事を再定義するんです。つまり AI の登場っていうのは単なる技術の進化じゃないんです。僕たち一人一人が自分の仕事の本質って何だろうって見つめ直して、より人間らしい領域へと進化するためのまたとないチャンスなんですよ。だからこそ最後にあなたに問いかけたい。あなたは AI を使って自分の仕事をどう再定義しますか？